はい、こんにちは。今日はね、電動スクーターやっていきたいと思います。モーターで動く簡単な乗り物ってところで、前回一応動くところまでは仮組みできているので、こいつをもっといい感じに仕上げたいということで行ってみましょう。で、最終的にはボディをかっこよく作り直すつもりなんだけど、前回はしょったところとかもあるので、微調整しながらお話ししていきます。まず出力、これね、今電池4つ分使ってるとはいえ、モーターを動かす出力用の電池は1本、その他はその1本を充電するためにつけてます。これで試しに動かした感じだと、スピードが時速15キロくらいで、歩くより微妙に遅かったんだよね。これを出力側の電池を2本にすることって回転が速くなってスピードが上がるはず。それと滑り落ちやすかったので足場に板を追加しとこうかな。乗り心地ってのは大事なんでね。で、あとはタイヤ、試しに動かした感じだと大丈夫だったんだけど、ちょっと壊れやすそうなのが気になったので、厚みを増やして頑丈にしてみました。これで試した感じ、大きな問題はないんだけど、大きな改善もないかな。この辺の映像は実は前回の最後にちらっと流してるところでもあるんだけど、微妙にスピードが上がってるとはいえ、車輪が地面に引っかかりやすくなったかもしんない。これね、この世界では回転が速すぎる時とかってモーターとかベアリングの軸がぶれるってな現象があるみたいなので、もしかしたら回転を上げたのがあだになってるかもですね。とにかくこの辺踏まえて仕上げていくわけなんだけど、まずは資材を調達するために場所を移動します。ついでにここに集めてる資材って向こうしばらくで使う予定のものは持っていきましょうか。これ一つ一つは実際に使う時に説明するとして、とにかくスクーターに荷台を取り付けて、こんなもんかな。よし、いざ。で、今から向かう場所はドローン基地なんだけど、なんだこいつ。ドローン基地とか初期の資材集めに関しては以前ライブでやってって、その時のダイジェストが出来上がったので、興味のある方はそちらをご覧ください。とにかくよし、目的地に到達しました。ここからボディを作っていきます。とりあえず鉄を作ってるんだけど、よく考えたらスクーターの配線に鉄を使ってたんだよな。で、今回主に使うのはプラスチック。これは比較的軽くって比較的頑丈で比較的燃えにくいっていう比較的何にでも使える便利素材ですね。試しにこれは正確な大きさではないので参考値なんだけど、だいたい同じ大きさで木材と比較すると耐久力が若干上がってるのと防御力が大幅に上がって
その代わりに重量が増えてます。ダメージを受けるときは防御力を超えた分が耐久力から減っていく計算になるので、木材と比べると結構頑丈になることがわかりますね。とはいえ重さが増えてることからも単純に木材より優れてるっていう話ではなくって、この黒っぽい見た目が単純にかっこよくって、大体のものはこれで作っとけばシャープでかっこよく見えるってな話ですね。で、次に配線。これは頑丈で錆びない合金を使うのが一番効率がいいんだけど、潰した風車があるのでそこから取ってきます。とはいえこの柱が簡単には壊せないんだよな。こういう時は攻撃力を増やすための工夫がいくつかあるんだけど、まず単純に武器の重さを増やせば攻撃力が上がります。攻撃力が上がった分武器に対する衝撃も増えるので壊れやすくなるってのが注意点でもあるんだけど、あとは勢いをつけて体当たりすることってスピードと体重分ダメージが増えたり、上から落ち下ろすことって重量分のダメージが入りやすかったりするので、この辺は使いたい武器によっても工夫の違いがありますね。とにかくぶった切れたはいいんだけど重くて持ち上がらない。こういう時もいくつか方法があるんだけど、ここではホルスターを使いましょうか。ホルスターは手が足りない時に荷物をぶら下げておけるんだけど、保持できる重量がかなり高いので100キロくらいだと簡単に持ち運べますね。このホルスターは普段手元にあると望んでないものがくっついたりするので、私は使わない時は上の方に持っていって使う時にホルスターリセットで持ってきてます。よし、じゃあさっき持ってきた合金をさらに細く割って配線を作っていきます。色もプラスチックと似たような感じで配線が目立たないのもいいところなんだけど、注意しないといけないのが色が似すぎてるせいで間違いやすいところかな。とにかく前と同じ感じで組み立てるとして、これ前回忘れてたんだけど、この LED これは電気が通ると光るってだけの部品なんだけど、消費電力が少ないので通電チェックに最適です。ついでにトリガーをオンにした時だけ光るようにしときましょう。ここまででスイッチからの配線は出来上がったので、あとは予備の電池を裏から通るようにしといてモーターも移植します。で、前輪をつけてしまえばよし、これでちゃんと動くはず。試しに動かしてみるとちゃんと動きますね。機構自体はそのまま流用してるので配線ミスとかがないかどうかのチェックでもあったんだけど、おっとタイヤが破損しましたね。この時石に当たって壊れたのかと思ってたんだけど、映像をよく見たらモーターの軸がよじれてそれで破損してますね。どのみちタイヤの耐久性が高ければぶっ壊れることはなかったと思うので、この際タイヤも作り直しますか。
カクカクだったのは、この世界では丸いものを作ることはできないって言ってしまって差し支えないんだけど、丸に近いものを作ることはできます。今やってるのがその方法なんだけど、回転させながら中心から同じ距離にものを接合していく。で、細かい方法は今上の方に出てるリンクで紹介されてるので、この映像だけじゃ分かりにくいって方はそちらもご参照ください。まあこれ以前私の方でも別のタイヤを作ったことあるし、設計図機能を使えばもっと綺麗に作ることもできるんだけど、ちょっとね、たまには自力で工作しないと勘が鈍るかなと思って一からやってます途中ちょっと手順を間違ってることに気づいたりもしたんだけど、細かいことは置いといて、まあだいたいこのくらい丸くできれば走行には支障はないでしょう。で、作り直すついでに直径を大きくしたので干渉する部品が出てきたのと、ついでに全体のバランスも調整しつつ飾り付けも増やしていきます。でね、これ最初に忘れてたんだけど、ここまで移動するときに減ってた電池の充電、発電する方法はいくつかあるんだけど、今回は太陽電池を使います。これは日光が当たれば発電するっていう装置で、発電効率は良くはないんだけど、何もしなくても充電されるってのがいいところですね。なのでこれ最初に気づいとけば作業中に充電が進んでたはずなんだけどとにかく車体に取り付けた太陽電池から充電用電池に給電できるように配線していきます。よし、これで電動スクーターが完成しました。じゃあ実際に動かしてみましょう。いざ。タイヤを丸くしたのと太くしたのもあってか、走行の安定性が上がりましたね。ただし太くしたデメリットと、あと多分重量が上がったせいで旋回性能が落ちたかもしんない。あとタイヤの直径が大きくなったことで1回転の外周が増えた分スピードが上がってるんだけど、その代わりトルクが下がって上り坂で大きく減速しちゃうかな。とはいえまあ総合性能では上がってる手応えなので、まあ上々でしょう。この辺りのチューニングはあちらを立てればこちらが立たずってな感じで、なかなか難しいところなんだけど、私の場合はある程度実用できる段階で完成としておいて、その後状況に応じてカスタマイズしたりしますね。あ、自爆ドローン。ちょっとこいつのスピードでは振り切れないか。もう一体。もうめちゃくちゃだよ。もういや、なんか変な音がしてたのってぶっ壊れたかと思ったんだけど、リアフェンダーの一部が壊れて引っかかってただけですね。走行には支障がないので、このまま走りながらまとめに入りましょうか。ということで電動スクーター
やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。一応ね、せっかく最初からスタートしてるので、実際にものを作りながらチュートリアル的なことを進めていくってな試みでやってるんだけど、今回解説できなかったところとかもおいおいやっていこうと思います。で、今走ってるあたりとかビームを撃ってくる敵がいっぱいいるんだけど、こいつらになんとか対抗したいんだよね。ということで、次回は火縄銃やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。